ねえ、あなたの机の上にもありますよね。パソコンのモニターの隅とか、冷蔵庫のドアとかに貼ってあるあの四角い紙。そうです。付箋です。あまりにも当たり前にありすぎて、これがどうやって生まれたかなんて考えたこともないかもしれません。でも実は、このありふれた文房具の裏側には、一つの大失敗から始まった執念とひらめきのとんでもないドラマが隠されているんです。さあ、一緒にこの小さな詩編に秘められた壮大な物語を紐解いていきましょ問題のない解決策。すごい言葉ですよね。これを言ったのが、なんと発明者本人、スペンサー・シルバー博士なんです。彼は超強力な接着剤を作ろうとしていたはずなのに、なぜかよくくっつくけどきれいに剥がせるという全く意図しないものを作ってしまった。そしてその使い道が全く見つからず、社内をプレゼンして回った日々をこう振り返ったわけです。この矛盾こそが全ての始まりでした。さて、ここから物語の第一章、偶然の失敗から生まれた発明です。世界的な化学メーカーである 3M の研究室で起きたまさに幸運なアクシデントの物語ですね。話は1968年に遡ります。3M の科学者スペンサー・シルバー博士が航空宇宙産業向けのとんでもなく強力な接着剤を開発していました。ところが出来上がったのはその真逆。弱くて、でも何度でも貼ったり剥がしたりできる不思議な接着剤だったんです。で、ここからが大変。シルバー博士は5年間も、これ何かに使えるはずだって社内を説得て回るんですけど、誰も見向きもしない。問題がないのに解決策だけあってもねって感じで。でも運命の1974年がやってきます。同僚のアートフライが教会の聖歌隊で歌ってる時に、アハ体験が訪れるわけです。楽譜に挟んだしおりがすぐポロポロ落ちとイライラする。あ、待てよ。あのシルバーの変な接着剤を使えば絶対に落ちないしおりが作れるんじゃないかって。このひらめきが世界を変えることになります。でもそもそも不思議じゃないですか。なんで晴れて剥がせるなんていう一見矛盾したことができるんでしょう。実はそこにはめちゃくちゃ精密な科学の仕掛けがあるんです。というわけで第2章、くっついて剥がれるその科学の革新にぐっと迫っていきましょう。はい、この秘密のキーワードがアクリル系コポリマー微小球です。ちょっと難しそうに聞こえますけど、要は接着剤がのっぺりした一層じゃなくて、顕微鏡で見るとものすごく小さな弾力のあるボールの集まりだってことなんです。この小さなボールが紙の表面と点で接する。だから接触面積がめちゃくちゃ少なくて、弱い力でベリッと剥がせるわけです。でもここからが面白い。指でギューッと押すと、このボールが少し潰れて接触面積が増える。すると接着力がアップする。そう、これが感圧性接着剤の正体。押す力で粘着力をコントロールできる非常にクレバーな技術なんですね。このスライドすごく面白いですよ。皆さんも経験ありますよね。古いテープを剥がしたらネバネバだけが残っちゃう最悪のパターン。あれが強臭破壊。つまり接着剤そのものがブチッと中でちぎれちゃってる状態です。接着剤の仲間同士の絆、つまり強臭力が弱いとこうなる。一方、付箋はというと、接着剤と貼った面がお互いに未練なくスパッと分かれる界面破壊です。これ偶然だなくて完全に計算され尽くしてるんです。つまり接着剤の分子同士の絆である強臭力を接着剤が相手にくっつく力、付着力よりも意図的にものすごく強く設計してるんですよ。だから接着剤は絶対に仲間を裏切らない。一体のままきれいさっぱり剥がれてくれる。この分子レベルでの力加減、これこそが 3M の真骨頂なんです。さて、こんなにすごい技術があった。でもそれで話は終わりません。最高の技術が必ずしも売れるとは限らないんですよね。第3章では一度は市場からそっぽを向かれたこの製品がどうやって伝説的な存在になったのか、その起死回生のマーケティング戦略に迫ります。1977年、3M は満を持ってプレス&ピールっていう名前でテスト販売に乗り出します。でも結果はもう惨敗。そりゃそうですよね。お店でお客さんが箱を見ても、ただのメモ帳？なんで中途半端に糊がついてんの？不良品？ってなっちゃう。誰もその価値を理解できなかった。そう、この製品の価値は箱の中じゃなくて、使ってみて初めてわかる体験そのものだったんです。そこでマーケティングチームはとんでもない作戦に出ます。もう売るのはやめよう、入ろうと。これが伝説のボイシーブリッツ、ボイシ電撃作戦です。1978年、アイダホ州のボイシーという町で
ターゲットをオフィスで働く人たちに絞って、とにかく無料で配りまくったんです。彼らの仮説はたった一つ。とにかく一度使ってもらえれば、絶対にその価値がわかる。もうこれなしでは仕事ができなくなるはずだ。もう製品への絶対的な自信がなせる行ですよね。で、その結果がこれです。90%。すごくないですか？無料サンプルをもらった会社のなんと9割以上が、これ正式に買いたいんですけどって再注文してきたんです。もうマーケティングチームの仮説は見事に、想像をはるかに超えで証明されたわけです。まさに体験が価値を生んだ歴史的な瞬間でした。こうして世界的な大ヒット商品になった付箋。でもただのメモ帳だと思ってたらもったいないですよ。実はこのシンプルなツール、使い方次第で僕たちの思考をめちゃくちゃ整理してくれる強力な武器になるんです。第4章ではこのツールをさらに深く理解して使いこなすためのヒントを探っていきましょう。今や付箋も進化していて、大きく分けると紙製とフィルム製がありますよね。これちゃんと使い分けると本当に便利なんです。例えばチームでブレストするとき、みんなでアイデアをガンガン書き出すなら、やっぱり書きやすい紙製が一番。でも例えばですよ、分厚い専門書を読んでて、この図の上に直接書き込みたいけど本は汚したくないなんて時ありますよね。そういう時にこの半透明のフィルム製がもう神なんです。下の文字や図が透けて見えるから完璧なトレーシングができる。まさに使い分けが肝ですね。はい、ここで皆さんに今日から使える付箋プロになるための技を伝授します。付箋を剥がすとき、ほとんどの人が下から上に向かってこうベリって剥がしますよね。実はそれ一番やっちゃいけない剥がし方なんです。そうすると糊がついてない部分だけが伸びて、見事にくるんって丸まっちゃう。正解は糊がついてる辺と平行に横にスーッとスライドさせるように剥がす。こうすると力が均等にかかるから、紙がまっすぐなまま剥がれて壁とかにもピタッと平らに貼り付くんです。これ本当に全然違うんで、今すぐやってみてください。この小さな四角い紙が実は超強力な思考のハードウェアになるんです。いくつか代表的な使い方を見てみましょう。まずは KJ 法。これは日本で生まれた発想法で、頭の中のモヤモヤしたアイデアを全部付箋に書き出す。そしてそれを物理的に並べ替えたりグループにしたりすることで、これとこれはつながってたのかっていう発見を促す手法です。次に IT 業界ではおなじみの看板ボード。タスクを付箋に書いて、やること、やってる最中、終わったみたいなレーンを移動させる。これだけでプロジェクト全体の進捗が一目でわかるようになります。で、その応用が WIP リミット。やってる最中の例における付箋の数を例えば3枚までって決めるんです。そうするとマルチタスクを防いで目の前の仕事に集中せざるを得なくなる。これがめちゃくちゃ生産性を上げるんですよ。さて、ここまでアナログな道具としての付箋の魅力を見てきましたけど、こう思いません？スマホも PC もあるこの時代に、なんでまだ紙なの？って。いやいや、実はそうじゃないんです。最終章ではこのアナログな付箋がいかにしてデジタル世界と見事に融合しているか、その最前線を見ていきましょう。これからの時代の一番賢いワークフローって多分これなんです。まずアイデア出しの段階では物理的な付箋を使う。キーボードを叩くよりペンで自由に書くっていうこの身体的なアクションが脳を刺激してクリエイティブな発想を生むんです。スピードも速いし制約がない。で、アイデアが出揃ったらそれをスマホのアプリなんかで一気に取り込んでデジタルで整理してチームに共有する。アナログの発散力とデジタルの収束共有力。この2つのいいとこ取りをするのが最強のスタイルってわけですね。それをまさに実現してくれるのが公式のポストイットアプリなんです。もうね、会議の後にホワイトボードに貼られた大量の付箋を一枚一枚スマホで撮って後から PC で打ち直すなんていう地獄のような作業は必要ありません。このアプリを使えばカメラをかざすだけで最大200枚もの付箋を一気にデジタル化してくれる。しかも OCR っていう手書き文字認識機能で書いた文字が全部検索可能なテキストデータになるんです。そしてそのデータをトレロとかミロとか皆さんが普段使ってるツールにそのままポーンとエクスポートできる。まさにアナログとデジタルの間にかかった完璧な橋ですよね。たった一つの失敗した接着剤。それが諦めない一人の科学者の執念と、教会で歌っていた一人の男のひらめきと出会った。その時世界は変わったんです。付箋の物語が僕たちに教えてくれるのはすごくシンプルでも力強い教訓です。偶然の失敗をゴミ箱に捨てないこと。製品の価値は使ってみないとわからないってこと。
そしてたった一つのシンプルなアイディアも時代に合わせて形を変えていけば生き残れるってことですね。さて、最後に皆さんに一つ問いかけて終わりたいと思います。あなたの世界を変える次の偉大な失態作って何だと思いますか？それはあなたが今イライラしているあの使いにくいアプリかもしれない。あるいはなんかちょっと不便だなって感じている身の回りの日用品かもしれない。そう、その不満や不便さこそが次の付箋になるかもしれないんです。イノベーションの種は意外とすぐあなたの足元に転がっているのかもしれないですね。